さあ、本日は先ほど紹介したエルデンリングをイメージした世界観の映像作品を作っていこうと思うのだが、それにはまずステーブルディフュージョンという画像や動画を無料で作ることができる生成 AI を使用していくので、使い方や導入方法はこのチャンネルの過去の動画を参考にしてほしい。このステーブルディフュージョンというものはプロンプトと言われるいわゆる AI に対しての指示をテキストで入力すると、そのテキスト内容におおむね沿った画像や動画などを無料で作ることができるバチクソ素晴らしい生成 AI であり、あなたのパソコンにインストールすることで無料で無制限に画像や動画を生成することができるぞ。バチクソ楽しそうですね。じゃあまずは今回の生成するキャラクターの紹介です。ローレッタ。このキャラクターはエルデンリングにおける真のヒロイン、ラニの親衛騎士であり、ミケラの聖女を守っているけなげな女騎士だ。あまたの考察をまとめると、ラニとミケラはできており、本来違う勢力にある立ち位置のミケラを守るために、ラニの命でミケラのいる聖女を守っていた説があるようだ。なるほどなるほど。女騎士というパワーワードを持っているのですね。早速この女騎士ローレッタを我々なりの解釈で実写化させていきましょう。ではローレッタの特徴を想像してみよう。女騎士ということなので、ショルダーアーマーやブレストプレートなどの装備に関するプロンプトを入れてみよう。構成はこんな感じだ。このような構成で生成すると、まあ女騎士が出来上がりますが、今回はもう少しローレッタっぽい感じに追い込んでいきましょう。ゲーム内でローレッタの装備一式を着た画像を入手し、その画像を IP アダプターという読み込んだ画像に似た画像を生成できる拡張機能にぶち込んで生成すると、このような感じの画像になります。ちなみにウェイトを下げていくと参照画像の影響度が下がるのでフルフェイスじゃなくなります。 IP アダプターを使うときは強度を低めにするといいですね。この IP アダプターをかますことで、プロンプトのみで生成した画像よりもローレッタの実写化という視点においてはクオリティが上がったように見える。ただローレッタの特徴である頭飾りの表現をもっと追い込みたいところではある。やり方としてはいろいろあるが、一つに Photoshop や Canva などの画像編集ソフトでとりあえず合成して書き出し、その画像をステーブルディフュージョンのイメージトゥイメージという画像から画像を生成する機能を使い、変化量を最低限の値にして再生成するという方法がある。指定範囲のみ再生成したい場合はインペイントという機能を使おう。この方法は結構手間がかかるので、対象の画像が少ない場合はいいですが、大量に修正が必要な状況ではきっついです。なので今回はローラも使ってみましょう。ローラというのはローランクアダプテーションの略で、例えば今回のようにローレッタというキャラクターに特化した追加学習を施したモデルとなります。画像生成時にこのローラを利用すれば、追加学習された情報を色濃く反映させることができます。では IP アダプターを外してローレッタのローラを適用させて生成してみましょう。ローラの適用強度別に生成結果を見てみましょう。頭飾りの部分に注目してみましょう。ローラの適用ウェイトは 1.0 あたりの強度が良さそうですね。鎧の部分の出来があまりよろしくない印象なので IP アダプターでカバーします。ということで、ローラと IP アダプターを載せて生成するとこうなる。出力された画像を見ながら適宜ウェイトは調整すると幸せになれるぞ。ここまで来たらあとは我々なりのエッセンスをいろいろ加えてうまく生成できた画像を選別しましょうね。選別した画像はこちらです。フルフェイス画像の場合は女性ということがわかるように女性っぽい仕草やライン、ポーズを意識してみました。エルデンリングガチ勢の方はローレッタといえばフルフェイスの方がよかろうと思うのだが、我々はライト勢であり協力プレイでわちゃわちゃしないとボスとか一人で倒せないゆえ、ローレッタ様の仮面を取ることを許してほしい。まあ我々のチャンネルはどちらかといえばどっち
それではローレッタの画像を生成するための生成条件を構築できたので、ここから動画を生成していきましょう。ステーブルディフュージョンには動画を生成するための機能も備わっている。代表的なものがアニメイトディフという拡張機能だ。難点はハイエンドクラスの PC スペックがないと高解像度の動画を生成するのにとんでもない時間を要求されるという点だ。時間泥棒ですね。我々は有限の時間を生きており、家族や恋人との貴重な時間をそうやすやすと生贄に捧げることは断じてできないゆえ、動画生成サイトの利用を視野に入れてもいいかもしれない。結構早いぞ。ということで今回はステーブルディフュージョンで動画を生成できる機能としてアニメイトディフ、ステーブルビデオディフュージョンと動画生成サイトのランウェイやピカを使って先ほど生成したローレッタを動画化していきたいと思う。はいはい、それじゃあ行ってみよう。先ほどの画像生成の条件でアニメイトディフを使ってプロンプトから動画を生成してみましょう。 FPS を8、32フレームで4秒程度の動画がいいですかね。このようにステーブルディフュージョンで生成された画像を動画化する場合は生成時の条件でアニメイトディフを使って直接動画化することができますね。次にステーブルビデオディフュージョンを使用して1枚の画像から動画を生成したものがこちらですね。手元に最高の1枚はあるんだけど、それを生成で再現する手立てがない場合はこちらのステアブルビデオディフュージョンのような画像からビデオを生成するイメージトゥービデオの出番です。おそらくこのイメージトゥービデオが一般的な需要が一番大きいのではないかなと思う。画像さえ手に入れられればその対象をある程度自由に動かすことができるのだからね。そうですね。今回生成したローレッタの選別画像を存分に活かしていきましょうかね。次に動画生成サイトピカで生成した動画がこちらです。こちらのサイトでは生成画像をリップシンクさせることができます。画像を放り込んだらこのリップシンクをクリックします。するとこのような画面が出るので、ここの入力欄にテキストを打ち込んでサイト側で用意された音声データを使うこともできますし、自前で用意した音声データをここに放り込めばその音声データにリップシンクさせて画像を動画化することもできます。このピカという動画生成サイトでは無料プランも用意されているのでお試しに生成してみてもいいかもしれない。注意点として無料プランでは生成動画の右端に透かしが入るぞ。なおこちらのリップシンク機能は無料プランでも使用できるので安心してほしい。逆に無料プランでは使用できない機能は主に生成動画のアップスケール、動画の尺を4秒間延長するという機能が使えなくなっている。これらの機能は月10ドルからの課金プランに入ることで解放されるぞ。ただ困ったことに商用利用可能なプランは月70ドルのプロプランのみとなっているので注意してくださいね。最後はモーションブラシ機能が追加されて生成の自由度がかなり増した動画生成サイトランウェイのご紹介です。ここのモーションブラシという機能は指定した部分ごとにモーションを変えられるというイメージトゥービデオにおいて大変自由度の高い生成を可能とした機能である。まずは画像をドロップしよう。早速モーションブラシをクリックしてパラメータをいじってみよう。このモーションブラシとはかいつまんで説明すると5色のブラシで塗った範囲をそれぞれ別々の動きを個別に設定することができる機能である。では使い方を簡単に見ていこう。ここのオートディテクトエリアにチェックをつけるとクリックした部分の範囲を勝手に推測して簡単お手軽に塗ってくれる。チェックしない場合は自分で全て塗ることになるぞ。今回はそうだな、何も考えていないのだがとりあえず背景を全部塗ってみよう。ではここの各パラメータで動きを設定していくのだが、見ればわかるように左右上下のアイコンの値でその方向、つまり X 軸と Y 軸で動かすということなのでここは飛ばすぞ。この変な花のアイコンのパラメータは
初見ではよくわからないと思うので説明する。これは Z 軸の変化量とのことで、ズームインとズームアウト的なやつだなきっと。マイナス方向へ値を動かすと、指定範囲が遠くへ行き、プラス方向へ動かすと、指定範囲が近づいてくるようだ。今回は背景全体を縫ったこの赤い色のマスクに、この Z 軸の値をマイナス方向へぶっちぎった値を設定してみよう。ってことは、背景が遠くへ行くんだから、背景だけズームアウトしていくってことかな。きっとそうなると思う。ついでにローレッタの槍を違う色で上下に振ってみる。値は控えめにしたからあんまり動かないのかもしれないけどね。へえ、なんだか面白そうな機能ですね、これ。早速ジェネレートしてみようか。おー、設定した通りに動いていますよね。これ、バチクソ楽しいです。今度はローレッタの体をオレンジで塗って、一番下のアンビエントというパラメータをプラス方向にマックスで生成してみようか。このパラメータは調べたところによると、わずかな調整で葉の穏やかな動きを加えたり、強い設定で風の日のような錯覚を作り出したりすることができるそうだ。ポートレートにおいては、風になびく髪や自然な瞬きなど、リアルな動きを模倣するような表現を加えるらしいぞ。つまりどういうことだってばよ。なんかいい感じになるんじゃないか。とりあえず、いい感じをマックスで生成してみようか。あー、確かに、さっきよりもなんか自然な感じですかね。そうだな。さっきの説明の通り、もしかすると風景画とかに使用すると、もっといい感じなんじゃないかな。なるほど。いい感じになるパラメータですね。おそらく周囲に馴染むような感じかもな。動画を生成するのにも、ステーブルディフュージョンを使ったり、動画生成サイトを使ったり、いろいろな選択肢がありますね。というわけで、このような流れで画像を生成して、そこから動画を生成してというプロセスを踏んで、それらの素材をタイムラインに配置して、必要なら修正、エフェクトなどをかけつつ、テロップやグリッチ等で彩りながら、自分の想像する映像作品を作ってみると、時間がとろけますよ。本日はエルデンリングの世界から、女騎士ローレッタを主軸とした AI 動画生成のプロセスを見てきました。最初なので説明的な構成になっていることをご了承ください。なお、BGM はスノ AI という AI で音楽を生成することができるサイトで生成した素材を使用しています。需要がたくさんあるようなら、使い方や我々の作曲方法などの動画もご紹介しますね。それでは今日はこの辺で、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。青のマントはカリアの誇りを忘れないため、たとえミケラのそばで聖樹を守ろうと、私の永遠の王はラニ様、このローレッタの釜に誓おう。ちょっと待って待って待って、海さん巨大な通り、人間的化け物どもなギターをして汗人がやってきたんですけど、まだまだ上のこのバボで一コロリンリなんなら自動追尾の魔法の粉を漫舞させちゃうよ。魔力ボードスの魔力防護も完備してるわけ。